待望の神機能イエーイ !420 番までのサーバーについに待望のあの機能がやってきました。装備と編成のプリセットです。めっちゃ期待できる機能なんですが、まだまだテスト公開のような段階で改善が見込めるので、バグ報告をしたら速攻で対策されることで定評のある当チャンネルにてボコボコに意見を届けていきましょう。今回実装されたプリセット機能は、陣地を開くと画面下部に編集プリセットという形で表示されます。このページにて最大10個のプリセットを保存し、保存した編成と装備の情報を瞬時に呼び出すことができます。やってみましょう。今の編成を保存していきます。2軍に移動して再度プリセットを開いて適用してみましょう。スキルチップを含めた編成の情報が反映されました。ロケランの指名手配ボス用の編成を作ってみました。いつも装備と配置を入れ替えるのがめんどくさいですよね。保存をしておけば一発で呼び出すことができます。使い終わったら戻しておきましょう。虫メガネマークから装備情報の一覧も見ることができます。これは編成の装備を紹介するときに便利ですね。動画向きな機能です。これ連盟に共有とかもできると、仲間と編成の装備をお知らせし合ったりもできるので便利そうです。なお、戦場イベントでも左側の歯車マークから英雄編成の画面に飛べますが、現在、狭間の戦場と砂漠の戦場で確認したところ、プリセットのボタンは出現しておらず、戦場で素早く編成を切り替えて遊ぶということはできないみたいですね。今のところ、この基地内の陣地からしかプリセットは呼び出せなさそうです。プリセットは現在10個まで登録をすることができます。登録例を紹介しましょう。まず、指名手配用に3つあるといいですね。戦車ボス、航空ボス、ロケランボスといった具合に登録をしておくと、指名手配の編成では一番装備とかも普通の編成とぐちゃぐちゃになるので助かります。毎日適当な部隊でパンチするだけだったのですが、プリセットで呼び出せるなら毎回指名手配用に適切な部隊に切り替えて攻撃するといったこともできるようになりそうです。実はダメージランキングの報酬もあるので、毎日ちょっとだけいい報酬を狙えるようになりますね。基本の3部隊のセットも作っておくといいでしょう。1軍戦車、2軍ロケラン、3軍航空機みたいな感じですね。雪嵐の戦場などではこの3つを呼び出して戦うことになりそうです。英雄短期部隊、戦場イベントや集結スタートなど低リスクで攻撃を実行できる便利な編成です。ただ、この短期に関してはプリセットを使わなくても慣れればそこそこ素早く作ることができるので、最悪これはなくてもなんとかなりそうです。短期を作る際は後列の中央に配置することをお勧めしています。ここに配置しておくことで、ピンチアウトの具合にもよるんですが、世界マップでは進軍時にドローンとキャラクターがかぶってパッと見何が進軍してきてるのか分かりにくく、短期部隊だとバレにくくなります。モニカ編成、細かいことが好きな人用です。モニカには終末精鋭を倒した時に資源の獲得量を増やすといった効果があります。これはオフライン時自動集結で乗った仲間の終末精鋭にも反映されるので、オフライン時仲間の集結に勝手に乗る用のモニカ編成部隊を一つ作っておくと、勝手に乗っかってくれてちょっとだけ得するといった可能性が増えます。さあ、ここまでですでに8個もありますね。ちょっと10個だと足りなさそうです。どの兵種でも武装やスキルチップがある程度育っている上位プレイヤーの場合は、1軍ロケラン、1軍航空機といった具合に1軍を切り替えて使うということも可能になりました。相当キャラが育っていないとこれできないのですが、さて、まだまだ欲しいプリセットはあります。軍事演習用。軍事演習ではレベルごとに敵の編成が固定されています。例えば、軍事演習レベル120の場合、左側に航空機、右側にロケットランチャーといった編成が
仮想敵として用意されています。つまり、戦車部隊の場合は、右奥のテスラにマーシャルの攻撃が命中するよう、右後ろマーシャル。航空機の場合は、攻撃が極力左側のカーリーに命中するように、アタッカーたちを左に寄せるといった配置が有効です。ロケランの場合も同様ですね。アタッカーたちを左に寄せた方がいいです。軍事演習は頻度が高いので、演習用の部隊を一つ作っておくのは便利です。ゾンビ兄貴、それから将軍の試練用。ゾンビ兄貴と将軍の試練も対人戦とは違う部隊が有効なことが多いです。ゾンビ兄貴の場合、戦闘報告を見てもパッと見ゾンビなんですが、実は戦車とロケランの混合編成が使われています。左奥にロケランのアタッカーが配置されているので、戦車部隊の場合、左後ろにマーシャルを置けば成績が良くなります。あと、普段アタッカー前に置いている人も、ゾンビ兄貴の時は後ろに下げた方がいいです。航空機でも考え方は同じで、右前のロケランゾンビにアタッカーの攻撃が吸われるとまずいので、左後ろと後ろの中、この位置に最も強いアタッカー2キャラを配置する形が有効です。メインアタッカーとなるゾンビが2キャラいるのですが、2キャラともエネルギー攻撃のアタッカーみたいなので、マーフィーではなくてカーリーを編成する価値が高いです。将軍の試練はレベルによって多彩なキャラが出てくるのですが、こちらも基本的にアタッカーを後ろに下げる形の方が成績が良くなりやすいです。普段前アタッカー使ってる人も後ろに下げてみてください。さらには兵種によって何パターンかプリセットが考えられます。戦車の場合、汎用的に使えるルシウス型、ロケランに強いフル戦車、航空機に強いアラスカ戦車と、これらの編成が考えられます。航空の場合は汎用的なマーフィー型、戦車に強いフル航空、ロケランならルシウス型、フルロケランといった具合に、相手に合わせて変更できるよう一軍部隊を作っておくということが考えられますね。さて、まだ半分テストリリースみたいな感じなので、アップデートに期待して改善してほしいところを言っていきましょう。まず、戦場イベントでのプリセット呼びです。もしこれができるようになれば、急に兵種の違う一軍が出てきてびっくりしたり、偵察を欺くためのフェイク部隊を作っておいて戦力詐称したり、戦闘が複雑にはなりますが、遊びの幅が広がります。ただ、基本的にこのゲーム、前線突破など一部ミニゲームを除いて、極力テクニカルな部分での差は小さく従っているように感じる節があるので、戦場内でのプリセット呼び、これはできるけどやらないという判断を取るような気がします。あくまでプリセットは装備の付け替えの手間などを軽くする、そういった目的で作ったんじゃないかなと予測しています。個人的には、戦場イベントでのプリセット呼びなくてもいいかなというふうには思いますが、皆さんいかがでしょうか。プリセットの並び替え、こちらは欲しいですね。現在10個を登録することができるのですが、登録が古いものがスクロールして下の方に埋もれるようになっています。よく呼び出すものを画面上部にしたいので、表示順を入れ替えられるというのはとても助かりますね。また、このゴリラとおじさんたちの顔面いらないので、1画面に表示できるプリセット数を増やしてくれるのも助かりますね。10個表示できるならスクロール不要ですし、その代わりプリセット名と背景色の変更などで区別しやすいようにしてもらえると助かります。おっさんの顔面が並んでても何の役にも立ちませんからね。あと戦力の表記もこれ別になくていいなと思っています。3部隊をまとめてプリセット適用させてほしいです。今1部隊ずつしか保存できないんですが、戦場イベント用でフルの3部隊、軍事演習用で専用の1軍、プラス集結開始用の短期部隊みたいな感じに、シーンに応じて何部隊かセットで使うので、砂漠セット、軍事演習セットみたいな感じで一発で呼び出させてほしいですね。私からはこんなところですかね。ぜひ皆さんのプリセット改善アイデアもお待ちしております。
アップデで1000金庫の定員が増えてましたね。連盟宝箱がレベル17、18に達するタイミングで1ずつ増加し、現在は最終的に1両あたり7名乗れるようになりました。すごいですね。以前は1両1人だったなんて今では想像できませんね。小さめの連盟だったら毎日確定で乗れそうです。1000金号はとにかく乗ることが重要なので、レアで人数が多い車両より乗りやすそうな車両を選ぶことをお勧めします。個人的には強化席の乗っている2両目が大好きです。はい、というわけで今回はついにやってきた待望のプリセット機能と、直近のアップデについての動画でありました。この動画良かったよ、参考になったよと思われた方、いいね、チャンネル登録はお気持ち程度に。よければプリセットやイベントごとの編成に関して困ってそうな方にこちらの動画のシェアをお願いいたします。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。さようなら。今日はおまけ取り忘れたので、視聴者から届いた素敵な画像を紹介するよ。一言も言ってねえんだけどな。いらねえ。